今日は我が家のもみじではなく、千葉県松戸市にあるお寺、本土寺のもみじをご紹介いたします。紅葉の時期は混みそうなので、人が少ない日に訪問しました。10月1日、火曜日、雨のち曇りです。当然のことながら、紅葉はしておらず、一度も人に遭遇しませんでした。10月に入ったとはいえ、日中はまだ蒸し暑かったです。ものすごい数の蚊が飛んでいたために、じっくりカメラで撮影することができず、とても見づらい動画になってしまいました。申し訳ありません。本土寺は日蓮宗のお寺で、紫陽花寺として有名ですが、もみじもたくさん植えられているため、紅葉の季節には観光客で賑わいます。インターネットで本土寺のもみじを調べてみると、山もみじ、大盃、秋山紅の3種類という表示が多いようですが、実際のところどうなのか見に行ってみました。結論から申し上げると、本土寺のもみじは、いろはもみじと大もみじの2種類だと思います。その中に園芸品種が少しあるというイメージです。まず、本土寺発祥の園芸品種は、秋山紅と紀秋山の2種類になります。秋山紅は大もみじ、紀秋山はいろはもみじですが、どちらも大きな特徴がないので、季節ごとに何度も観察しないと特定が難しいです。また、それぞれのもみじにはネームプレートはついていません。唯一、徳川家康の側室、秋山夫人のお墓に向かって左側に、一本だけネームプレートがついているもみじがあります。すでに文字が消えかかっていますが、何年か前に来た時には、秋山紅と書いてありました。それは、どう見ても、普通のいろはもみじで、秋山紅ではないことは間違いありません。おそらく、秋山夫人のお墓の裏にある、2本の大もみじが、秋山紅ではないかと思われます。そして、もう一つの品種、紀秋山ですが、どれなのか、私にはよくわかりませんでした。たくさんのいろはもみじのどれもが、紀秋山に似ているような感じがしました。強いて言えば、本土寺入り口の受付横の大きないろはもみじの大木が、もともとの紀秋山ではないでしょうか。自宅でも紀秋山を育てているのに、判別がつきません。そして、大盃ですが、多分、本堂に向かって右側の少し下り坂になっているところにあるのが大盃ではないかと思いますが、これも自信はありません。それ以外に、もみじの丘を下ったところには、美宝や獅子頭と思われる品種などがありました。それと、ところどころ、カミキリムシにやられているもみじがいくつかあったので、少し気になりました。どれが、どの品種だとか、探求するのも面白いと思いますが、うっそうとしたもみじに適した環境なので、紅葉はとても綺麗なのではないかと思います。紅葉を見る前に人混みに疲れてしまいそうなので、私はその時期に行ったことはありません。ご視聴いただき、ありがとうございました。